こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、F1 史上最も白熱したライバル対決となったセナ、プロスト対決について、二人の出会いから、最初の事件が起こる1988年シーズン終了までを解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。セナ選手とプロスト選手、揉めに揉めたレースを解説するのね。いやどれだよ、この二人は長年にわたってこじれにこじれ尽くしたんだ。物議を醸したレースは数知れずある。しかし単に足を引っ張り合っていたわけではなく、お互い大記録をいくつも生み出しながら、時に大喧嘩するような関係だった。これから解説するぜ。頼むわね。アイルトン・セナとアラン・プロスト。二人の関係が始まったのは1984年だ。セナ24歳、プロスト29歳の時だった。プロストの方が結構年上なのね。ああ。プロストは F1 でもう5年目のベテランだ。今年イギリスの名門、マクラーレンに移籍したばかりだ。マクラーレンの総帥、ロン・デニスに誘われたんだ。プロストはすでに F1 で大活躍しており、優勝経験もあった。昨年は惜しくもシーズン総合2位。この1984年こそ悲願のチャンピオン獲得を狙っていた。一方のセナ。今年、トールマンから F1 にデビューした。ここまでセナは出るレースはほとんど勝ちまくっていた。昨年の F3 選手権では前人未到の20戦中12勝を挙げてチャンピオンを獲得していた。まだ出場してもいない F1 ですでにセナは話題になっており、今年どのような活躍を見せるか期待されていた。マクラーレンに移籍して新規一点のベテラン、プロスト選手と、F1 デビューイヤーのセナ選手って構図なのね。二人がお互いを意識し始めたレースは F1 ではなかった。1984年5月12日、メルセデスが開催した単発のレース、ニュルブルクリンクレースオブチャンピオンズだ。これどんなレースなの？目的はニュルブルクリンク市で F1 を再度開催するためのアピールだ。かつては開催されていたんだが、1976年にニキ・ラウダが単独クラッシュで大怪我を負う。ラウダ選手が大やけどを負って生死をさまよったレースね。この時の救助体制の不備などを理由に、それ以降はドイツでもホッケンハイム市のコースに F1 開催を取られてしまっていた。ニュルブルクリンク市は新たにサーキットを建設。このレースで安全性をアピールし、F1 を取り戻したかったんだ。また、このレースはマシンのアピールの場でもあった。使用されたマシンは F1 マシンではなくメルセデスの新型、190E2.316V というツーリングカーだ。聞き覚えある、萩原明選手が最後の最後に乗ってたマシンじゃない。招待されたのは F1 優勝者や F1 チャンピオン経験者、ニョルのコースやメルセデスにゆかりのある選手など、有名選手20人だ。引退した選手も来たのね、オールスター戦って感じね。その中にまだこれからのセナが入っているのは異例で、セナの期待値が特別高かったことが伺えるぜ。空港からサーキットまではプロストの運転でセナを送っていくことになり、二人はそこで初めて会話した。単なる雑談だったが、セナは饒舌に話した。プロストからは非常に感じのいい青年に見えたようだ。お互い、第一印象はいい感じだったのね。そしてサーキットに到着。新コース、そして有名選手の走りが見れるとあって12万人もの観客が集まっていた。これは非公式のエキシビションレースだ。普段はピリピリしている選手たちもみんな、非常にリラックスしたムードでレースを迎えてた。そこで F1 のレースのように一人、集中力を高めている選手がいた。セナだ。プロストが言っても無視された。プロストには、こんなレースでと少しおかしく映ったようだ。その意気込みはレースでも変わらない。予選トップはプロストだった。セナは3番手。決勝レース、セナはフライング気味に飛び出しかなり強引にプロストを抜く。プロストは驚きクラッシュしかけてしまった。セナはそのまま一人、キレキレの走りで優勝した。他の選手のやる気の問題もあるが、確かにセナは速かった。出場していた F1 チャンピオン、ジョン・サーティスはエンツォ・フェラーリ氏に、セナをフェラーリにすぐ迎えるべきだと進言したそうだ。レース後、プロストの中でセナに対する印象は変わった。普段は温厚だが、レースになるととんでもなく人が変わる。勝つためにはかなり際どいこともしてくるやつだ、と。少し険悪な出会いね、狙いだった。ニョルでの F1 開催は実現したの？翌年に実現した。その後も数回は実施されたが、復権とまではいかないな。F1 は基本的にホッケンハイムのままだ。そして1984年の F1 の方だが、セナの入ったトールマンは残念ながらマシンの戦闘力は高いとはいえず苦戦が続いた。その中でもセナの光る走りを見れたのが6月3日、第6戦モナコグランプリ。大雨のレースだ。トップはプロスト。13番手スタートからセナが猛烈に追い上げ2番手。
ぐんぐん先頭のプロストに迫る。雨はどんどん強くなった。プロストは走りながら運営に何度か中止のサインを送る。レースは32周目で中止となった。明らかにセナの方がペースが速く、レースが続けばプロストは抜かれていただろう。プロスト選手、雨に助けられたのね。この結果には疑惑があった。競技長のジャッキー・イクスは耐久レースで活躍するロスマンズ・ポルシェのドライバーだ。プロストの乗るマクラーレンのエンジンはポルシェ製、レースは違えどポルシェで勝つという共通した目的があり、プロストに有利に運ぶよう判定したのでは、と言われた。実際に雨はどんどん強くなってきてたのよね。難しいわね。トールマンは抗議したが裁定は覆らなかった。目前で F1 初優勝を奪われたセナはこの後何年もこの結果を愚痴っていた。なおターボ全盛の中、予算不足により酸化マシンで唯一自然吸気エンジンで挑んだステファン・ベロフが20番手スタートから追い上げ3位。セナ以上に驚かれた。ステファン・ベロフとジャッキー・イクスって言うとどうしてもあっちのクラッシュが気になるわ。ステファンは才能あるドライバーだったよな。本当に残念だ。続いて7月8日、第9戦アメリカグランプリだ。セナプロとは直接関係ないが、ウィリアムズのケケ・ロズベルグが優勝。ウィリアムズはホンダ製のエンジンを搭載していた。昨年 F1 に帰ってきたホンダ。この優勝はホンダにとっては1967年以来、17年ぶりとなる。1984年のハイライトはこんなところだな。セナ選手とプロスト選手の接戦はあったし、モナコのレース中止の判定は気になるけど、両者の関係はクリーンに見えるわね。やはりセナの乗っていたトールマンが戦闘力不足で、両者があまり接戦にならなかったのもあるんだろうな。1984年の最終的な成績はどうだったの？チャンピオンはプロストと同チームのニキラウダ。優勝5回。プロストは7回も優勝したが総合2位。セナは最高2位で、シーズン総合では9位。同チーム？マクラーレンでワンツーだったのね。強い。1984年は燃料タンク容量が250リットルから220リットルに減らされていた。燃料効率のいいエンジンが求められた。マクラーレンは耐久レースで鍛えられたポルシェエンジン。耐久レースでは F1 より早く燃料制限が課せられており、ポルシェは燃費のノウハウを他チームより持っていたんだ。なおモナコのレースは中断によりポイントが本来の半分しかもらえなかった。ラウダとプロストの最終ポイント差はたった 0.5。もしモナコのレースが中断せずフルポイントもらえてたら、モナコ戦の優勝者はプロストじゃなかったかもしれないが、最終的なチャンピオンはプロストだったな。優勝ポイントの半分より2位のフルポイントの方が点数的には多いのね。モナコ優勝の喜びが、結果的には悔しい思い出になったわね。もしかしたら総合2位でホッとしたかもしれないがな。マクラーレンではニキラウダがナンバーワンドライバー。プロストはセカンドドライバーって立場だったからな。だがこの1984年、プロストは得るものもあったようだぞ。そのニキラウダがチームメイトだった影響は大きい。レースとは年間のポイントで最後に上位に立てばいい。無理してマイレース優勝だけを狙わなくてもいいし、ましてや予選など全開で走らなくてもいい。それを体現しチャンピオンを取ってみせたニキラウダ。チームメイトとしてラウダを見てきたプロストの走りはここから劇的に変化する。力の抜きどころ、入れどころを抑えた緩急自在のレースメイクにより、プロストはいつしかプロフェッサーの異名で呼ばれることになる。ラウダさんとプロスト選手の関係は良かったの？当初はプロスト加入に反対していたラウダだが、プロストの実力やセカンドドライバーとしての姿勢を次第に認めるようになる。二人の間にトラブルの話はないな。一方セナも優勝こそできなかったが立派な成績だ。トールマンはこれまで表彰台に立ったことがなかったんだ。チーム、そして自身にとっての初の表彰台をもたらした。続いて1985年だ。セナはスカウトを受けロータスへ移籍。トールマンとは3年契約だったから、セナとロータスは多額の違約金を払ったそうだ。きっと億ね億、恐ろしい。逆に言えば違約金さえ払えばいつでもトールマンを抜けられる縛りの薄い契約だったようだな。これはセナの作戦だった。F1 デビュー時からトップチームへの転籍を描いていたんだ。1985年、セナは早速昨年の宿題をやりきった。4月21日の第2戦ポルトガルグランプリだ。予選はトップ。決勝も一度も抜かれることなくチェッカー。初優勝だ。しかも3位以下を周回遅れにしていた。完璧なレースで文句なしの初優勝ね。セナはシーズン通して速さを見せた。ポールポジションの獲得は16戦中、7回に上った。しかしマシントラブルに悩まされ、優勝は2回のみ。シーズン総合は4位で昨年より躍進した。予選の速さがめっちゃすごい。でも決勝の強さはまた別なのね。プロストは優勝5回。悲願のワールドチャンピオンを獲得した。
昨年ラウダと共に戦った成果が出たのかもしれない。チャンピオン獲得経験ね。ああ。先に F1 デビューしたプロスト。チャンピオン獲得もセナより早かった。という感じで1985年、セナは強さの片鱗をビシビシ感じさせてはいるが、ベテランとして一流のチームで戦うプロストとの差は大きく、まだ争い合う構図ではなかった。でもトップ勢からするとセナ選手は十分脅威でしょうね。デビュー2年目にして予選一発の速さでは誰も叶わないなんて。1985年は脅威がもう一つ芽生えた年と言えるだろう。昨年初優勝したホンダエンジンがどんどん良くなっている。エンジンの提供を受けるウィリアムズは今シーズン4勝。ナイジェル・マンセルは F1 参戦6年目にして初優勝できた。いよいよチャンピオン争いに絡んでくるまでになった。来年が楽しみね。ディフェンディングチャンピオンのプロスト選手、どんどん強くなるセナ選手とホンダエンジン。なおセナは政治力でも強さがあった。セナはロータスにおいてイリオでアンジェリスのセカンドドライバーでしかなかったが、たった1年で立場は逆転していた。セナはディレクターやメカニックに無茶な要求をするがその分しっかり結果を出す。勝つために誰でも巻き込みなんでもしようとするセナにチームの全員が惹かれていった。気を悪くしたアンジェリスは1985年末でチームを離脱。次のドライバー探しが始まる。ロータスのディレクター、ピーター・ウォーはデレック・ワーウィックと交渉する。しかしセナは自分の立場が危うくなることを恐れたのか、この交渉にストップをかける。セナって一選手でしょ？ストップかけられるの？セナは1年でそれほどの影響力を持つまでになっていた。結局セナの意向通りデレックの参加は実現しなかった。1986年はレギュレーション変更があった。まずは自然吸気エンジンの禁止だ。とはいえ昨年もう全チーム、ターボに移行してたがな。この時代のターボは早すぎた。F1 史上最大出力となる1500馬力も出ていたようだ。凄すぎてもうわからないわね。今はモーターが160馬力でエンジン単体が840馬力、合わせて大体1000馬力だな。なお前代ターボとなり、これまで10年以上も使われてきた 3000cc 自然吸気エンジンが大量に余ってくるわけだが、F3000 というレースで再利用されることになった。もう一つ改定ポイントがある。燃料タンクの容量が220リットルから195リットルへ削減された。これによりうっかりレース後半にガス欠するシーンが時々見られた。今年もまだセナプロ感は薄いな。四天王と呼ばれる最強の4人で争われたシーズンだった。四天王、響きがかっこいい。誰だったの？一人はもちろんロータス2年目のセナ。圧倒的な速さ。16戦中8回のポールポジションを獲得した。昨年と同じく2勝を挙げ、総合4位だった。続いてウィリアムズのネルソン・ピケ。決勝レース中のファステストラップ獲得数が最多7回。4勝で総合3位。そして同じウィリアムズのナイジェル・マンセル。優勝は5回で最多。最後までプロストとチャンピオン争いをしたが総合2位。最後がプロスト。優勝4回。最終戦手前までマンセルにポイントで負けていたが、最終戦で大逆転。2年連続チャンピオンに輝いた。四天王がそれぞれポールポジション数、ファステストラップ数、優勝回数、チャンピオンと見せ場を作ったのね。熱いシーズンね。ああ。そしてウィリアムズのピケとマンセル合わせて9勝。いよいよホンダエンジンがコンストラクターズチャンピオンとして世界一に輝いた。F1 復帰4年目で最強のエンジン作っちゃうなんてホンダすごい。ホンダエンジンの速さは選手たちが一番感じている。明らかに性能の違いを感じ取ったセナは、シーズン終了後、早速ホンダに直接連絡を入れ交渉する。ロータスのマネージャー、ピーター・ウォーの頑張りもあり、翌年からのロータスへのホンダエンジン供給が決まった。セナ選手、すごい行動力ね。ああ。セナの本当の強さは、強いエンジン、強いチームを引き寄せる交渉力だという意見もあるよな。このセナの行動がきっかけの一つとなり、1987年、日本でとうとう空前絶後の F1 の大ブームが巻き起こった。セナが連れてきたのはホンダエンジンだけではなかったんだ。ホンダからスポンサードを受ける中島悟がロータスに加わる。日本人として、初の F1 フル参戦だ。日本人が走るなんて応援のしがいがあるわね。しかも大スターのセナ選手と同チーム。それだけではない。1977年の F1 鈴鹿グランプリの大事故以来、日本では F1 開催は禁忌だった。F1 デビューしたての、ジル・ビルヌーブ選手の事故ね、観客に犠牲者が出てしまったっていう。ああ。その日本グランプリが1987年から復活することになった。しかもフジテレビが F1 全線を地上波で放送するという。テレビで見れて、日本戦があって、日本人ドライバーが走る？一気に F1 が近くなったわね。これは流行らない理由がないわ。なお今年はさらにレギュレーションに変更が入った。ターボの下給圧は4バールまで。
そして自然吸気エンジンの参戦 OK。しかも自然吸気の排気量はこれまでの 3000cc ではなく 3500cc まで引き上げられた。ターボはパワーダウン、自然吸気は逆に排気量が上がったのね。自然吸気にやたら有利な変更ね。ああ。ターボ×大パワーの流れを止めるのが目的だ。しかし上位陣はそれでもターボを選択。そしてこの変更に合わせて最も的確に改良したのがやはりホンダだった。ホンダエンジンを積んだウィリアムズが暴れまくる。1987年はセナプロ対決というより、セナプロ対ウィリアムズホンダの図式になった。放っておいたら優勝するウィリアムズを、セナやプロストがどれだけ食い止められるか、という一年だった。あれちょっと待って、セナのいるロータスもホンダエンジンよね？なんでそっち側なの？ロータスのマシンは先を行き過ぎた、アクティブサスペンションという電子制御マシンに組み込んだが、調整不良であまりにじゃじゃ馬だった。マイクロチップが仕込んであり、速度や荷重の情報を元に指すの最適な行動計算。油圧で微調整する機構だった。しかしマイクロチップが遅く計算が追いつかなかったり、不具合で機能が停止し油圧を消失。スカスカのサスになりよく段差で底突きしたりしていた。革新技術で一気に出し抜こうとしたのね。インテルが入ってれば。マシンがダメではエンジンが良くても勝てない。昨年8回も取ったポールポジションだが、セナは今年なんと1回しか取れなかった。それでも2回優勝できたのは、アクティブサスによりタイヤの摩耗が抑えられ、タイヤ無交換で戦う作戦がたまたまうまくはまってくれたからだ。プロストも3勝にとどまった。マクラーレンは特に奇抜な改良などはしていないが、単純にポルシェエンジンがホンダエンジンに及ばなかった。なおこの3勝でプロストの F1 勝利数は28となり、1973年にジャッキー・スチュワートが達成した27を更新。歴代最多の優勝者となった。プロスト選手、すごい。チャンピオンは3勝のネルソン・ピケ。総合2位は6勝のナイジェル・マンセル。ウィリアムズの2人がワンツーを決めた。6勝のマンセル選手が2位なの？ 2位の数の差とかでな。これでマンセルは無冠の帝王とか呼ばれたな。プロストの3連覇を阻んだピケ。実は今シーズン、休止に1勝のクラッシュにあっていた。5月のサンマリノグランプリ、あのタンブレロコーナーだ。その後も何度かここでは大きなクラッシュがあったが、対策されないまま1994年を迎えてしまうんだ。セナ。そしてこの1987年、9月のイタリアグランプリのレースウィーク中、衝撃的な発表が行われる。マクラーレンとホンダが共同記者会見を開催。そこにはセナ、プロストも同席した。記者会見？ロータスのセナ選手も？一体何が発表されたの？来シーズンの運営に関して2点の発表がなされた。一つはホンダエンジンのマクラーレンへの供給。もう一つはセナのマクラーレンへの移籍だ。最強、セナ選手とホンダエンジンとマクラーレンなんて最強すぎる。ああ。セナを推薦したのはなんとプロストだ。セナにはやや気難しさを感じるものの、うまくやれるとプロストは思っていた。プロストはもう4年もマクラーレンの所属だが、その間のチームメイトとの関係は良好だ。ルネ・アルヌーを除き、あのニキ・ラウダとさえうまく強調してやってきた。強力なライバルが入っちゃって、自分の立場が脅かされるって思ったりしないの？ロータス時代のセナがデレックを排除したみたいに。むしろセナが脅威だからこそ、自分のチームに置いた方がコントロールしやすいと考えた。それにマシンが同じなら腕の差が全てだから絶対負けないとの自信もあった。またプロストはもはや単なるドライバーではなかった。チームの契約や決定の場には同席するし、マネージャーのロン・デニスとは対等以上の関係だ。マクラーレンの将来を本気で考えたからこそ、5歳年下のセナは自分の後継者としてマクラーレンを引っ張っていける存在になると思って推薦したんだ。さすがプロフェッサー、プロスト選手はかなり大人で先を読んだ考え方ね。二人はジョイントナンバーワン体制で共に戦う。これは二人の間に待遇差、順列を作らず双方をナンバーワン格で扱うというものだ。その方が二人のパフォーマンスを最大限発揮できるだろう、という目論見で採用されていた。別に、今回が初めてではなくこれまでもプロストはこの方法でうまくやってきた。1988年シーズンはさらにターボエンジンの性能を抑え込むレギュレーション変更が実施される。燃料タンクは195リットルから150リットルへ、下給圧は4バールから2.5バールになった。昨年はまだターボエンジンを使うチームが多かったが、今回のターボに厳しい変更により、ほとんどのチームが自然吸気エンジンを採用した。どれぐらい性能的には低下したの？数年前、1500馬力を発揮したエンジンはこの変更により半分程度の出力になった。しかし制限が増えるほど、当時技術力で一歩先んじているホンダには分があった。昨年あれだけ猛威を振るっていたウィリアムズは、
ホンダエンジンを失い自然吸気のジェットエンジンを採用するが明らかにパワー負けしそうだ。やっぱりエンジンって一番大事よね。なんでホンダは丸3年供給してきたウィリアムズからマクラーレンにくら替えしちゃったの？ウィリアムズはあまりに階級社会的、閉塞的で、ギスギスした雰囲気が目立った。年齢や派閥、経験の有無によらず自由闊達に意見を交わし、いいエンジン、いいマシンを作りたいというホンダの理想はウィリアムズでは叶えられないと判断したんだ。ホンダの総監督、桜井義俊氏は結果的には正しい判断をしたんだろう。この1988年、マクラーレンは新車の MP44 を投入。圧倒的な猛威を振るう。1988年の戦績、早く教えてよ。大方の予想通り、マクラーレンが支配したシーズンだった。マクラーレンがワンツーフィニッシュ、その遥か後方で3位以下の集団が争うようなレースが多くあった。マクラーレンに予定外があるとすれば、セナの実力だ。高いと思っていたが、高すぎた。シーズン開始時点ですでにプロストと同等かそれ以上に完成されていた。初戦はプロストが取ったが、5月1日の第2戦、サンマリノグランプリ。セナがポールプーインで完勝。はっきり自分が上だと思っていたプロストは驚いた。1988年6月、6戦目のデトロイトグランプリ終了時点でプロストとセナが3勝ずつ挙げていた。しかしポールポジションは6戦全部セナだ。一発の速さがすごい、前から予選はすごかったわよねセナ選手は。プロストはランキング首位だがセナとはたった3ポイント差。互角の争いだ。プロストには想定外だったが、だからって険悪になるわけはない。セナとの関係は良好だ。ただ、ロータスの時のようにセナはメカニックに非常に細かな注文や質問を繰り返し行い、その真剣さに周りは惹かれていく。プロストは、これまで自分が中心だったマクラーレンが次第にセナの方に向いていくのを感じた。7月3日、第7戦フランスグランプリ。プロスト渾身のレース。セナの連続ポールポジションの記録を6で止め、ポールポジションからの優勝。ベテランの貫禄を見せた。地元フランス、これは嬉しいでしょうね。次が7月10日、イギリスグランプリ。土砂降りのレースだ。プロストは確かにマシンの調子も悪かったが、自ら24周でマシンを降りる。続行は危険と感じたんだ。レース自体は中止じゃないのね。自ら棄権しちゃったのね。プロストにはあるトラウマのような体験があった。1982年の大雨のドイツグランプリだ。プロストは一方的に追突された側なんだが、ディディエ・ピローニとのクラッシュでピローニは大怪我を負い、F1 からの引退を余儀なくされる。これね、大雨で視界が悪くて、前のプロスト選手が見えなかったのよね。このイギリスグランプリはセナが優勝した。であれば走れるコンディションだったはず、なぜ自らリタイアしたのか、とプロストは責められた。プロストの行為を英断と捉える者もいたが、メディアからは叩かれ、マクラーレンやホンダの内部にもプロストをよく思わないスタッフがはっきり増えた。何か起こりそうな予感がビンビンしてきたわ。第12戦のイタリアグランプリ。ここまで全て背中プロストが優勝していた。もうマクラーレンには前線優勝の期待がかかっていた。しかしプロストはマシントラブルでピットイン。そのまま復帰できずレース中盤でリタイア。残り2周でトップはセナ。セナもマシンの不調で苦しんでいたがなんとか逃げ切れそうだ。しかし F1 デビューレースで2周遅れで走っていたジャン・ルイ・シュレッサーの単独スピンに巻き込まれセナもリタイア。もったいない。結果、ゲルハルト・ベルガー、ミケーレ・アルボレートのフェラーリ勢がワンツーフィニッシュを決めた。先月、エンツォー・フェラーリ氏が他界しており、悲しみに暮れるこのイタリア、モンツァーのレースこそ二人は何が何でも勝ちたかったんだ。すごい、願いは叶うのね。ともあれマクラーレンの全勝優勝は阻止されてしまった。そしていよいよ大事件が勃発する。9月25日の第13戦、ポルトガルグランプリだ。この時点でセナがポイントリーダー。プロストが3点差で追う。1位で9点入ることを考えるとほぼイーブンね。金曜日の予選、トップタイムはセナ。これはいつものことだ。プロストは金曜日から全開で行くことは少ない。土曜日の予選、プロストはトップタイムを更新すると、残り15分も時間があるのに走行を切り上げ、余裕を見せた。セナへの心理戦ね、完全に。渋滞で全開走行のチャンスが少なかったこともあり、セナはタイムを更新できず2番手。プロストのポールポジションが決定した。決勝レースは荒れた。スタートに着く際にアンドレアでチェザリスのマシンがストールしてしまい、やり直し。2回目、今度はデレック・ワーウィックのマシンがストール。これはスタート後だったからさっきよりはるかに危険だ。後続車が追突する多重クラッシュとなった。3回目。マシンの乾燥、修復。そしてコース清掃が完了し、ようやくクリーンなスタート。直後、プロストはセナの方へ。セナはコースアウトギリギリだ。
セナ、なんとか踏ん張る。緩めない。1コーナーの飛び込みはセナが制した。ヒヤッとしたわ。セナ選手、かなりギリギリまで寄せられてたわね。ああ、ギリギリだったな。芝生まで行ってたらマシンの挙動が乱れてクラッシュの危険もあった。先頭でクラッシュしたら後続が、って考えると危なすぎる。そして2周目に入る。スタートはセナが良かったがマシンの調子はプロストの方が良かった。2台はビタ付け状態だ。そこで再びトラブルが起こってしまう。これは1周目の最終コーナー。先頭はセナのまま。すぐ後ろにプロスト。後続車は少し離れてきてるわね。マクラーレンの2台がすごい。ロングストレートで真後ろについたプロストは空気抵抗が小さく、セナより加速がいい。下手にコーナーで抜くより直線の方が抜きやすい。ここがチャンスだ。プロスト、右から抜きにかかる。セナはやはりスタートで受けた幅寄せを快くは思っていなかった。お返しとばかりにプロストのマシンに寄せていく。今度はプロストが壁ギリギリだ。プロストが決死の反発。またセナがコースギリギリまで追いやられる。お互いこれでもアクセルは緩めない。オーバーテイク成功。2周目の1コーナー、今度はプロストが制した。こっちの幅寄せもかなり怖いわね。隣が壁っていうのも。ああ。なんかプロストのリアタイヤから粉塵上がってたな。タイヤが空転してたのかもしれない。コースの端とかゴミ溜まってて滑るからな。恐怖だろう。チームメイト同士でやることなの？これ、2台リタイヤの可能性もあるし、損しかないような気がするわ。ってことは戦略じゃなくて衝動的にやっちゃったのよね。このポルトガルグランプリ、このままプロストが優勝。セナはマシンに若干のトラブルを抱えており、ギリギリの入賞となる6位。レース後の2人は険悪そのものだった。プロストはセナの元に駆け寄ると、強くセナを罵った。そうまでしてタイトルが欲しいか、お前は狂っている、といった言葉まで交わされたようだ。ほぼプロストからセナへの、一方的な罵りだった。お互いやったからおあいこじゃないの？まあ同じやり方で仕返しするのは良くないかもしれないけど、2周目のセナの幅寄せは時速300キロの速度の中で行われた。しかも逃げ場がないプロストは死を覚悟するほどのものだ。セナの行為の後すぐ、オフィシャルからチームへ一言あったようだ。警告か注意か、いい話ではないだろうな。セナの行為の方が危なかったってことなのかしら。危険性で言うとセナの方が段違いで危ないな。まあプロストも結構アウトだと思うが、スタート直後だけはなんとなく、やり合いっていうか、バトルになると思ってそもそも備えてる場面だ。走りたいラインをある程度主張しないといいようにやられっぱなしになるからな。実際、メディアや関係者に糾弾されたのは、セナの方だった。セナは自分の行為をどう思ってたのかしら？反省したのかしら？セナは変わらないし特に凹んでもいない。どうやらセナの中では勝つためにやることをやっただけ、という認識のようだ。この件で二人の関係に亀裂が入ってしまったが、二人のやりとりだけでことが進めば、最終的に修復不可能なほどに関係がこじれるまではいかなかったかもしれない。そう、この問題にはもう一人、重要な人物がいた。FIA 会長のジャンマリー・バレストルだ。1988年シーズン終盤、第15戦日本グランプリ。ここでセナが優勝すればチャンピオンが確定となる。このレースを前に、ホンダの久米正社長の元にバレストル会長から書簡が届く。どんな内容だったの？選手権のクリーンなイメージを汚さぬよう、セナとプロストには同一のマシンを提供し、両者を平等に扱うこと。と書かれていたそうだ。なんか平等に扱ってないみたいじゃない。だよな、ホンダは日本グランプリで記者会見を開き、4気あるエンジンのどれを使うか、2人に選んでもらって構わない。などと釈明することになってしまった。ギリギリの状況なんだから水差すのやめてほしいわ。日本グランプリ、予選はセナがトップ。なんと12回目のポールポジションだ。プロストは 0.3 秒差で2番手。3番手はさらに 1.2 秒も遅れた。10月30日の決勝レース。チャンピオンになるには点にも味方されなければならない。と誰かが言ってたような気がするが、そんなレースになった。スタート時にセナのエンジンがストール。どんどん抜かれてしまうが、セナは惰性で進む。鈴鹿の直線がやや下っているのが幸いしたんだ。そして奇跡的にエンジンがかかる。セナは1周目14番手まで下がったが、どんどん抜いていき28周目のメインストレートでプロストをかわしてトップ。そのまま優勝して自身初のチャンピオンを決めた。ワールドチャンピオン獲得、おめでとう。今シーズンは最終的にセナが8勝、プロストが7勝だった。ホンダエンジンとしては3連覇。歴史的な大勝利の年だった。これでプロストもセナもチャンピオン獲得者同士だ。プロストは、負けて悔しいが、これでセナは少しは余裕が出るだろう。まだ二人はうまくやれると思っていた。実際、
最終戦のオーストラリアグランプリの表彰式で、プロストの手を取るセナ。お返しとばかりにセナの肩に手を回すプロスト。そしてプロストの胸を叩くセナ。この場面からは1年を戦い抜いた者同士の友情、尊敬の念を確かに感じるぜ。すべてはレースの中で起こったことだったんだ。終わり良ければすべてよし。二人はまた協力し合える。この時点ではそう思うぜ。しかし来年はさらに大きな事件に発展し、いよいよ取り返しのつかないほど両者の関係は悪化していくんだ。以上、今回はセナプロスト対決について、二人の出会いから1988年シーズン終了まで解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。